こんにちは。リリラボ DIY 部アシスタントのリリーです。今回の動画は部長のガイさんのハイゼットカーゴのオーバーヘッドシェルフの外し方と取り付け方についてです。配線などで何かと外すことが多いのですが、ちょっとコツがいることが分かったのでまとめました。オーバーヘッドシェルフの下にはサンバイザー、ルームミラー、Aピラーカバー、アシストグリップと部品がいろいろついています。これらを外さないとオーバーヘッドシェルフが外せないので、順番に外していきます。最初に外すのはアシストグリップです。カバーを開くとネジで止まっているので、プラスドライバーで外します。ここも結構なトルクで締められてる。そりゃそうやな。グリップするとこやからね。なんで、ちゃんと番手の合うドライバーを用意して、舐めないように気をつけて回しましょう。番手は3番でした。はい。で、このピラーカバーの爪をウェザーストリップが押さえてるんで、これをまず外します。ここやね。これとこので、上は爪が刺さってるんで、それを外すと。で、下は上方向に引っ張ると、そうですね。ここに噛んでたのをスライドして引き抜く。で、上は以上。次はサンバイザーを外します。サンバイザーはプラスドライバーで簡単に外せます。ルームミラーはまずルームランプのカバーを下に引っ張って外します。で、ミラーを外すんですが、ミラーは普通のプラスネジとかじゃなくて、いわゆるトルクスネジってやつで止まってるんで、こういうトルクスレンチみたいな、このホームセンターで売ってるんで、用意してください。で、これは T30 ですね、サイズ。で、取ってきます。で、ルームランプの電源がこの僕の嫌いなこのカプラーで止まってるんで、これを引っこ抜くと。この穴にこいつの爪が刺さってるから、もうグレーのパーツをこれで広げる感じ。で、サンバイザーがかかってたこのプラパーツでオーバーヘッドシェルフが車体に引っかかってるんで、これを取りますが、これちょっとコツがあって、この爪をへこませたいからここを押さないといけないんだけど、この厚みがある分、もうほぼほぼここの頭が出てないんで、こっち向き、天井向きにこういうツールを差し込んでやって、なんとかこれに引っ掛けると。で、ちょっと押したらスポンと抜けます。これがコツかな。こうですね。で、この爪は片方外れた状態でもう片方を押して、こう、パッて立てる。マイナスドライバーでもいいんですけど、ここにこういう突起があるんで、こう、当たって差し込めないですね。こういうのがないと、難しいかもしれないですね。最初外した時は、この構造が分かってなかったんで、こっちからマイナスドライバー無理やりねじ込んでゴリゴリやった爪折れてしまって、これダイハツで取り寄せてもらいました。まあ数百円でした。300円ぐらいと。はい。
ちょっとコツがいります。この動画ではサンバイザーやルームミラーを外してからこのパーツを外していますが、場合によっては一番最初に外す方がやりやすいのかもしれません。というのも、車体とオーバーヘッドシェルフがぴったりとくっついていないと、爪を押すために工具を当てるスペースがなくなって空振りしてしまうのです。これでやっと周りのものがなくなりました。本体下側にあるカバーを開けて3番のプラスドライバーでネジを外します。カバーが開けづらい場合はマイナスドライバーを差し込むと簡単に開きます。次に爪を外すのですが、事前に爪の形状を把握しておくと外しやすいです。こちらが外したオーバーヘッドシェルフを上から見た状態です。手前側に2箇所爪があります。これをよく見ると左右で形状が異なります。運転席側の方は曲がりやすくなっているのに対し、助手席側の方は曲がらない形状になっています。この形状に合わせて運転席側から爪を外すとうまく外せるようになっているようです。最初はこの仕組みを分からず外していたので、運転席側の爪が変に曲げられていたようで跡がついてしまっていました。ではこれを踏まえて運転席側の爪から外します。内装剥がしで爪を押し込みながら本体を下に引きます。そのまま助手席側も外します。本体を右側にスライドしながら下に引きます。角度によっては爪が引っかかってうまく抜けないことがあるので、爪と穴の位置関係を目視で確認しながら作業した方がスムーズです。これでオーバーヘッドシェルフを外すことができました。最後に外したオーバーヘッドシェルフを元に戻す手順です。外す時の反対で、まずは助手席側を左にスライドして爪をはめます。運転席側は爪を上に押し込むだけです。外したネジを順に戻していきます。A ピラーカバーは形状に合わせて差し込みます。この爪をここの穴に刺す。で、ここにクリップを引っ掛ける。上部のクリップは車体の穴に差し込みます。アシストグリップまで元に戻したら完了です。お疲れ様でした。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった場合は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。